その日は19時で店を閉めた。その後俺は懐中電灯を持って外に出ると、裏庭に向かい、そこに止めてある 110cc の保護カバーを取った。小型のよくあるスクーター。10年ぶりの自分のバイク。うまくいかない人生。無力な自分。そのことに押しつぶされてしまいそうな毎日。だから少しだけ休みたい。キーを差し込み、スタータースイッチを押すと、エンジンが目覚める。しばらくそのままその音を聞いている。やがてアクセルを開けると、小さなエンジンの力を感じた。夜の道路を走った。スピードはあまり出さない。6月の穏やかな風、街の匂い。いつまでもこの風を感じていたい。翌日の朝、朝食のトーストをかじりながら、俺は考えていた。別れた妻のことだった。あいつはどうしているだろう。俺を恨んでいるだろうか。あいつから逃げ出したことを申し訳ないと思う。でもそれをどうすることもできない。今の俺は自信がなく無気力だった。これから先、自分がどうしたらいいのか考えるのが怖かった。そしてその状況を自分一人では解決できそうもない。ふと思った。この店、俺が手伝ってやろうか。あの男の言葉だった。一人、俺に手を貸そうという人間がいた。その日も男は姿を見せた。よう、と俺に声をかけた。いらっしゃい、と俺は答えた。男はいつもの席に座り、持参の週刊誌のページをめくっている。昨日のスクランブルエッグの一件には触れなかった。しかし俺は考えていた。もしこの男に手伝いを頼んだら何か問題がないだろうか。もちろん問題はある。給料が払えないという問題だ。男は金などいらないというが、無報酬で働かせるというのは
労働基準法違反にもなるのではないか。しかし、男に手伝いを頼めば、状況を変えられるかもしれない。男のコーヒーカップは、とっくに空になっていた。2杯目のコーヒーの注文を受けてはいないが、俺は男にコーヒーをもう一杯持って行った。昨日の礼ならもうもらったろ。これはお礼じゃないです。お願いがありまして、と俺は言った。俺は口ごもった。男の方から申し出たことではあっても、報酬なしで店を手伝ってくれというのはちょっと言いにくい。男が言った。店の手伝いかい。ええ、お願いできますか。男は目を輝かせた。もちろんやらせてもらうよ。と男は言った。俺、林って言うんだ。林太郎。よろしくお願いします。川本陽介です。こちらこそ。よろしくお願いします。林さんは言った。それで、いつから始める。それと俺は何をしたらいい。店を手伝ってもらうと言っても、何をやってもらうのか。具体的なことはまだ考えていない。料理を頼むとしても、この店でどんな料理を出すのか、まだ決めてもいない。何も答えられなかった。なあ、まず店のメニューを作ってみないか。と、林さんが言った。その日、早速、林さんとメニューを考えた。カレーライス、ミートソース、ピラフ、サンドイッチなど。まずは簡単な料理を乗せることにした。コーヒーもブレンド、アメリカン、モカの3種類を出すことにした。料理は林さん、コーヒーと接客は俺の担当ということにする。その翌日、メニューのリストを各客席に用意した。俺は考えるようになった。この店をこれからどうしていったらいいのか。これまでのことを考えてみた。
この店に一人でいることは孤独だった。一人も来ない客を待ち続けるのはつらかった。この世の中に自分は必要ない。そんな風に思ったこともあった。俺はこの店にもっと客に来てほしいと思った。林さんはアイディアを出してくれた。林さんの提案で表に少し目立つ看板を出した。こんな寂れた通りだが、表に看板とメニューを出しておくと少し様子が違う。やがて客が現れた。はじめは日に2人、3人。しかしやがて10人以上、15人を超えることもあった。もちろんその程度の来客では利益など望むべくもない。しかし客が来るというそのことが俺には救いだった。世の中と関わっているそのことが俺の気分を変えた。再生リスト6に続きます。